こんにちは、快適アート塗り絵チャンネルです。このチャンネルでは水彩ができる塗り絵線画を使って塗る工程や水彩のコツなどを解説していきます。今回の動画は第1回目ということで、こちらの線画を塗っていきたいと思います。これは快適アート塗り絵ブック、それからパックの製品に含まれる1つ目の塗り絵になります。この塗り絵ブックを買って使わないという方でも楽しんでいただけるように、デジタルの線で書き起こした線画データも SNS で無料配布しています。線画画像をダウンロードして印刷して好きな紙に転写をするなどしてご利用ください。塗り絵ブックの販売ページや線画データの投稿のリンクは概要欄に記載しておきます。この1枚を完成させるまでの作業工程を動画を分割して解説していきます。今回は背景をフラットに塗るコツと立体感と血色感のある肌を塗るコツを解説します。それではまず今回使う画材を紹介していきます。この製品版の塗り絵は水彩絵の具、アクリル絵の具、ガッシュ、アルコールマーカー、色鉛筆など様々な画材に対応していますので、自分の好きな画材を使用して塗ってみてください。私が使っている画材は概要欄にもまとめておきます。墨雲堂の絵墨明のセットです。背景は吉祥の岩彩24色セットを使って塗っていきます。あとは絵の具を混ぜるパレットとしてこんな皿があると便利です。筆はターレンスの番号法ビジュアルブラシ6本セットを使っています。ブックタイプの場合はこんな風に本全体にマスキングテープで固定しておくと塗りやすいです。一枚一枚バラバラになっているシート状の塗り絵パックを購入された方は各自パネルなどに貼り付けて塗ってください。それではまず背景の色を塗っていきます。平筆を使います。大写、黄土、それから少しだけ本藍を加えてこんな色味を作ってみました。途中で絵の具を切らしてしまうととっても面倒なことになるのでたっぷりと作っておきます。こんな感じでたまるくらいの量です。試し塗りをするとこんな感じです。結構水を加えているので優しい茶色になっています。次は別の筆、こちらのラウンド6号の筆を使って2色目を作ります。先ほど作った色に花白録を加えてこんな緑を作りました。こちらも水を加えて調整しながら十分な量を作っておきます。塗る前にもう1本筆を用意しておきます。ちょっと細かいところとかが塗れるこのラウンド4号の筆です。これは茶色を塗るときに平筆とセットで使っていきます。すべての筆に絵の具を含ませたらスタートします。広い面は平筆でざっくり、それから細かいところはラウンドの筆で塗っていきます。絵の具を画面にたっぷりと置いて乾かないうちに塗りたい面積全体を塗り終えるように心がけます。絵の具はだいたい塗った部分の縁の方から乾いてきますので、塗っている範囲の縁を広げていくような感じで全体を塗っていきます。細かいはみ出しは気にせずにどんどん進んでいきましょう。細かいことを気にしている間に乾いてしまう部分が出てくると後で色ムラが発生してきます。私はちょっと癖で絵の具をジャストな量で塗ってしまう癖があるのであんまり絵の具が溜まってないんですが、もし塗るのがゆっくりな方はもっと絵の具をジャブジャブ使ってたっぷりと絵の具を画面に乗っけてしまっても問題ありません。たっぷり塗った場合、絵の具が多すぎて傾けると垂れてくるようでしたら、傾けながらティッシュで吸い取って画面上の絵の具の量を調整してください。とりあえず色面全体がウェットな状態になっているのが重要です。今回の絵では顔の肌の色と背景の白い花が最も明るいトーンです。明るいところは綺麗に残しておきたいので、そこの部分ははみ出しを気にしてちょっと丁寧に塗っています。こんな風に面倒くさがって大きい筆で塗ってしまうと小回りが効かなくってはみ出してしまうことがありますので、慎重に行きたいところは細い筆に持ち替えて作業してください。また塗り切るまでに絶対に筆を洗わないのもポイントです。筆を洗ってしまうと水を多く含んでにじみができる原因になってしまいます。綺麗に塗るコツは絵の具の濃度を一定に保って最後まで塗り切ることです。そうするとシミやにじみで失敗しにくいです。絵の下側の背景はグラデーションにしていきます。グラデーションの作業をするまでに筆につけた絵の具が乾いている場合はしっかりと含ませておきます。
下側の余白を少し残して茶色を途中まで塗っていきます。塗ったらすぐにこちらの2色目がついた筆で余白を残しておいた下側から色を塗っていきます。色と色の境目は何度か筆で往復するとこんな感じでじんわりと画面混色されていきます。これは水分量が少ない絵の具では難しいので、水を加えてこんな風にある程度シャバシャバした絵の具の方がやりやすいです。逆に緑を塗ってから茶色を塗ってもグラデーションにすることができます。広い範囲が塗り終えたら細かい部分を余った絵の具で塗っておきます。ほとんど乾いた状態になりましたので、はみ出した分を消去していきます。水で濡らした筆ではみ出し部分の絵の具を浮かせていきます。背景の色を塗っていない線の内側だけを水で濡らすようにしてください。何度かに分けて筆をきれいにしながら取り除いていきます。この線画ブックに使っている紙はオリオンのアクリルデネブという紙なんですが、かなり強い紙ですので、この白抜きの作業でゴシゴシしても割と平気です。でも転写して塗っている方でコットンの水彩紙や紙面の強度が弱い紙を使っている方は、こういう作業もちょっと優しめのタッチでする必要があります。コットンの場合はちょっと思ったより取れないかもしれないので注意してください。細かい髪の毛の部分も掘り起こしていきます。少しは色が残ってしまうんですが、こうしておくことによって次に使う色が綺麗に見えます。次は絵墨の目を使って肌の色を塗っていきます。まずはベースの色を作ります。黄色、桃色、朱色を混色してこんな感じのベージュを作りました。水をたっぷりと加えて薄くしていきます。紙に塗るとこんな感じです。次に血色の色味を作っていきます。桃と朱を混色しました。肌の色味も好みで変えてみるのもいいと思います。もっと明るいコーラル系の色味にしたい場合は、朱だけで血色を入れると可愛いです。ベースはラウンド6号の筆、血色の色は4号を使います。まずはベースの色を塗っていきます。この背景と接しているところは注意してはみ出さないように気をつけてください。髪の毛などは割とはみ出しても目立たないと思いますので、スピード重視で塗っていきましょう。こんな風にたっぷりと水気がある状態で全体を塗っていくとムラができません。もし絵の具を置きすぎている場合は傾けてまた溜まった分を吸い取っておいてください。少し待って乾いてきて、髪の目が見えるくらいマットな感じに見えてきたら白抜きをしていきます。あんまり水が多いと白抜きが難しいので、こういう風にちょっと乾きかけたくらいでやるのがベストです。綺麗に洗った筆の水分を少しティッシュで取ってから使っていきます。水を塗って白くするのではなくて、絵の具を吸い取って白くするイメージです。光が当たっている鼻筋とメイクをのせる唇やまぶたの色を取っておきます。白抜きをしたらすぐに血色の色味をにじませていきます。にじみが広がりすぎた部分は血色の色を吸い取るようにして周りを調整してみてください。ちょっとチャレンジをしたい人はほっぺたの色も抜いて光が当たったようにしてみましょう。
こんな風に縦長の三角形で色を抜きました。もし失敗してしまったよという人は、全体的に濡らして色を全部一旦取ってやり直すのがおすすめです。一部だけ取るっていうのは結構難しいので、全体的に濡らして失敗したところを取っていきましょう。残りの部分にもベースの色を塗っていきます。鎖骨の部分を白抜きしました。耳の色には血色の色を重ねています。乾ききらないうちに白目の色を少し抜いておきます。ベースを塗って血色が入れられたら、一旦完全に乾かします。次は影の色を作っていきます。紫をベースの色と血色の色に混ぜていきます。こんな感じの紫っぽい影色です。ぼかし用の筆は水気をティッシュなどで少し取っておいてください。まずは目の周りの影を塗っていきます。影を三角形で入れました。影の周りをぼかしておきます。これも水を塗るという感じではなく、絵の具を吸い取ってグラデーションにする感覚なので、あまり水気が多いと失敗します。まぶたのこの辺りにも影を入れてみましょう。これも線がない側だけぼかしておきます。次に鼻にも影を入れていきます。線画では鼻の穴と細かい稜線が書いてありますので、それから少しはみ出るくらいのシルエットで影を塗りました。これもぼかし用の筆を使って下側のみぼかしておきます。ここは好みでいいんですが、唇の下の影も塗っておきました。これも下側のみぼかしています。次に髪の毛が顔に落とす影も描いていきます。髪の毛のシルエットをそのまま平行移動した部分に影を描いていきます。これも影のシルエットをぼかしてもいいんですが、今回はぼかしなしで塗ってみました。耳の部分は立体感が細かいです。まずはこのくるっとなったところの内側を三日月型に塗っていきます。縁の方をちょっとぼかしていきます。次は耳の穴があるあたりのくぼみを全体的に暗くします。最後にここの耳の端のくるんとなっている内側も暗くしておきます。簡単にこの3箇所に影を入れるだけでもだいぶ立体的に見えてくると思います。あとはアクセサリーの落とす影や下の方の髪の毛の影も追加していきます。服のフリルも肌の方に影を描くとふわっと浮き上がった感じが出てきます。
エラの下にも影を描いていきます。絵の具をたっぷりと含ませて寝かせて塗っていきます。エラの線の下側のみをぼかしていきます。顔のディテールを塗っていきます。今回目の色は茶色系にしました。紫に黄色を加えた茶色と朱に黄色を加えた茶色を用意しています。紫の方が絵の具の濃度を濃いめにしています。オレンジっぽい茶色を置いた後、瞳孔の部分に紫で作った色をにじませていきます。黒目の縁の部分にも少し紫をにじませたり、白抜きしたりしてちょっと微調整をしています。桃と塩を混ぜた色を少し濃いめに作っていきます。もう一色は朱の方を多めにした色で、こちらには水を加えて薄い色にしておきます。濃い方の色味を二重の線よりちょっと内側の範囲で目尻まで引きます。薄いオレンジっぽい方の色で上側にぼかしておきます。最後に水だけの筆でメイクを肌になじませます。下まぶたも濃い方の色で少しラインを引き、オレンジでぼかしてそれを水でなじませます。唇の色味もアイメイクに合わせてちょっと足しておきました。下まぶたと上まぶたの明るい部分の絵の具を取り除いていきます。薄いオレンジっぽい色で濡らしておいてから黒目の上下の位置を白抜きします。これも水の水分量を少なくして絵の具を浮かせて吸い取る感じで白抜きしています。色味調整に合わせて紫っぽい色も唇に追加しました。最後は薄いオレンジっぽい方の色でところどころ色味を追加していきます。鼻の頭、顎などに少しだけ赤みを入れました。あとチークの色とかは後で足していきたい場合、こんな風に絵の具を塗ってからすぐに周りを水でぼかしていきます。これは下の絵の具が完全に乾いている時にやってください。あとあんまりゴシゴシすると下の絵の具が剥げてしまいますので、できるだけ手数を少なく素早くやるのがポイントです。おでこや顔周りの影の部分に少しこの赤みを追加したら肌の部分の完成です。こんな感じで第1回目は背景と肌の塗りを収録しました。もしよかったら感想や質問などもコメント欄に書いていただけると今後の参考にしたいと思います。次回は髪の塗り、服の塗りなどを解説します。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。